大胆な性格かシャイな性格、マカロンかおはぎ、エッフェル塔かスカイツリー、何を選びましたか？1万キロ離れているフランスと日本にはこんなにも違いがある中、共通点がたくさんあるものを見つけてしまった。それは一体何だろうか？今日は宮島をはじめに厳島神社に信じられないほど似ているフランスのとある島にトリップしよう。日本三県の一つ、世界遺産に認定。お好み焼きが名産物である広島に位置する神が住む島。特徴的な景観が絵画のようだと、毎年300人以上の観光客を集める場所。神に五木祀る島から厳島または宮島と呼ばれる島。この聖なる島では三姉妹の女神、厳島姫、田堀姫、田吉姫が祀られている。ではまずはじめにこの島の歴史について少し探ってみよう。実はこの島は1400年前に創建されたと伝えられ、現在の厳島神社の原型に至ったのは平安時代のスーパースター平清盛が厳島神社を造営すれば必ず異界を極めるだろうと宋からお告げを受ける夢を見たからである。このように平清盛が見た夢をきっかけに、前景には海、背後には森林、自然と建築美の調和が全て綿密に計算された海の上に現れた竜宮城のような神社が完成した。では一体なぜ厳島神社は陸上ではなく海の上に建てられたのだろうか。それは古代から島そのものが神として信仰され、木を切ったり土を削ったりすることでご神体を傷つけるのを恐れ、島の上に神社を建てるのを避けた。最後に厳島神社の顔である大鳥居について簡単に。実はこの鳥居は重さ60トンと足6本だけで立っている。あえて固定しないで台風など衝撃に強い設計になっている。またこの鳥居は潮の満ち引きで姿を変え、普段は海に浮かんでて遠くからしか見えないはずが、潮が引くと鳥居まで歩いていくことができる。しかし実は2019年にフランスのとある島にもポツンと鳥居が。一体その島とは？今日はモン・サン・ミシェルに連れてってくれますか？はい、行きましょう。いや、売ってないもんか。西洋の脅威、ユネスコ世界遺産、名物ラメルポラーのふわふわオムレツ、フランスノルマンディー地方の海に浮かぶ島。毎年300万人の観光客が集まる天空ラピュタのモチーフになった場所。ここはフランス、ヨーロッパの世界遺産を代表するモン・サン・ミシェル。この島では聖ミカエルが祀られ、カトリックの巡礼地の一つである。では一体なぜ現在パリから4、5時間かかるこんな遠く離れた島に城を建てたのだろうか。オベール司教が大天使ミカエルからあの島に修道院を建てよと1300年以上前にお告げを受けたことが城を建てるきっかけとなったと言われている。夢に出てきたのは合計3回。2回は無視したが、3度目の夢では大天使ミカエルがしびれを切らし、脳天に指を突き刺したと言い伝えられている。指が刺さっている様子が描かれたレリーフも修道院内で見ることができ、実際に穴の開いた頭蓋骨が見つかっている。現代では腫瘍の跡だと解析されている。その後14世紀に勃発したイギリスとフランスとの100年戦争の際には城塞となり、18世紀のフランス革命後にはなんと監獄としても使われた。しかしビクトール・ユーゴなどフランスの文豪たちが美しさを称賛したことをはじめに修道院の形を取り戻し、現在でもカトリックの聖地として多くの人を引きつけている。しかしモン・サン・ミシェルの何がそんなに特別なのだろうか。それは潮の満ち引きによって姿を一変するところである。
干潮の時は陸続きとなり歩いて渡れるが、満潮時には海に囲まれた孤島になる。実はこの海、潮の満ち引きの差が最大で15メートル。ヨーロッパ最大級の干満差である。しかし、流砂という危険な底なし沼によって砂に埋もれることがある。かつては多くの巡礼者が潮に飲まれて命を落としてしまい、モン・サン・ミシェルに行くなら遺書を置いていけという言い伝えがあった。さて、あなたは気づいただろうか。この日本とフランスの島には信じられないほど共通点がある。どちらも世界遺産、神が祀られ、1300年以上前に作られ、平清盛とオベール司教が見た夢をきっかけに作られ、潮の満ち引きによって姿を変える。名産物のお好み焼きとオムレツまでそっくりである。そのため、モン・サン・ミシェルと宮島が姉妹都市条約を結んだのは偶然ではないだろう。